スリムベースへようこそ。今日はですね、ナイキのヴィンテージスニーカー、ヴィンテージランニングスニーカーのですね、年代を見分けるということのですね、初級編ということで、ご説明したいと思います。なんとね、その後です。今度1990年代からですね、このナイキのヴィンテージスニーカーのブームが、ありましてですね、人気が出たんですね。その後ですね、またナイキがね、復刻シューズを作るようになったんですよ。90年代はワッフルトレーナーというね、スニーカーがありまして、青黄色のスニーカーなんですけど、そのスニーカーがすぐ復刻されて、それがまた機体の、タグがついたりですね、その後もオレンジスウォッシュのタグがついたり、また機体がついて、またコルテッツが出たりとかね、もういろんなワッフルレーサーが出たりとか、本当にさまざまな2000年代も、復刻スニーカーが出回りました。でその正規の復刻なんですけども、その復刻がですねまた、履かれた後に、古着屋さんに回り、ヴィンテージスニーカーと一緒に並ぶのもね少なくないんですよね。だからそこでも一緒に並ばれたら、今度例えばこれも復刻なんですが、復刻スニーカー、プリモントリオールっていうこれスパイクの復刻をね、これスニーカーにしたやつなんですけど、こちらもよく見ると、機体に R マークがついてます。でね、しかも縦ナイキになっちゃってね、これはちょっと古いスニーカーかなって思われがちなんですね。ちゃんとした見分け方があります。それはですね、中にですねタグがあるんですけども、こちらのですね、これ例えばこういうピロピロピロってついてるもうこのタグとかがついていたら、昔のスニーカーないので、これも復刻です。ただね、これも切られちゃったりしてるのもあるんですけども、こちらにね普通ね生産国がね書いてあるんですね。メイドインベトナムって書いてますね。これベトナムで作られてるスニーカーなんですが、まずベトナムって書いてあるのはもう、当時の工場にないですから、これないです。でこちら、最近また人気のですねナイキ堺ですね。これもね、ヴィンテージスニーカーをね2つガチャーンって合体させちゃったようなスニーカーで、これはヴィンテージスニーカーをねリスペクトしてるような形で作ってるんですけども、これもオレンジスーシュが似てるようなのが2つもつっちゃってますけどね、こういうのになってますが、こちらもですねこうやって中にですね、書いてあります。メイドインチャイナって書いてますね。これ中国の工場も、当時70年前半にはないです。ベトナムと中国がないのかっていうことだとね覚えづらいんですが、実はですねこの70年代からこの80年代この辺の、工場っていうのはですね4カ国で作られていました。日本、アメリカ、台湾、韓国、このね4つの工場で、当時作られてたんで、このタグを見た時ですね、ここのですねさっき、機体のタグですね、このね裏を見てください。このね裏側、こちらにですね上の方にメイドインジャパンって書いてありますね。メイドインジャパンって揃えてきたんですが、これもメイドインジャパンって書いてあります。メイドインジャパンって、裏を見るとですね生産国書いてあります。これアメリカ製の筆記体、これねノバっていう、スパイクなんですが、これも見てください。裏メイドイン USA、これルビラージュっていう、スニーカーなんですけども、こちらの筆記体の裏も見ても、これメイドイン、下の方か、メイドイン台湾って書いてありますね。メイドインコリアって書いてますね。コリア、この4カ国の、生産国が書いてあれば当時ものでございます。でその後に2つの、R マークがついているナイキの時代になってきたらですね、香港、フィリピン、タイ、マレーシアあたりに工場が行って、最終的にはベトナム、中国が今結構、中心になってるんで、だんだん賃金がね安くですね、使えるようなところは工場がどんどん、場所が変わってきまして、なので、フィリピンだとか香港、タイ、マレーシア、その辺がメイドインってなってるのは、ちょっと新しめのスニーカーだなと、中国、ベトナムなんかも本当に今のスニーカーが多いと思います。その辺だけをですね注意しながら、見つけてくれるといいと思います。
ただし、先ほど言ったようにですね、この裏のタグに、この裏にね復刻は生産国書いてませんかね、中の紙に、書いてたりするので、生産国が書いてなかった筆記体とか、そういうのありえませんからね、このさっき言ってた日本、メイドインジャパンですね、メイドイン USA、コリア、台湾、この4カ国だったら、ヴィンテージスニーカーです。これ初級編ということで、もうちょっとね、深いとこ話しちゃうとですね、例えば筆記体の古いスニーカーにですね、古い、スパイクですね、チェコスロバキアとかですね、あとフランス製のもね、筆記体もなぜかちょっとね、発見されたりしてるんですけど、それはもうほとんど市場、ほとんどというかもうまず市場で見ませんので、逆にアジアの国じゃないようなものだったらおっていう印象をね思っておいていただいたら面白いと思います。まとめてみたいと思います。まずはですね、とにかく、ナイキのヴィンテージランニングスニーカーを見たらタグを見る、はい、でタグを見て、これね筆記体の R マークなしが1971年から74年で、次 R マークありですね、筆記体、これが1974年から1977年、そしてこの、ブロック体、はい、こちらが1977年から1980年の後半ぐらい、81年ぐらいまでですね、はい、で今度はこちらですね、はい、こちらが、R マーク2つがついたら1981年、以降かなと。そしてこちらがその時に縦ナイキだったらだいたい1981年から82、3年ぐらいまでの間のスニーカーで、このように斜めになっていたら今度は82、3年以降のスニーカーというのが分かります。シューズ別でね、いろいろこうまた、ディティールが変わってくるとこを見る場所とかが、あるんですけども、それ以外でもね、一応例えば、韓国製とか台湾製のですね、ちょうどこのオレンジスウォッシュの時代ですね、ブロック体だとかちょうど70年代の後期ぐらい、それから80年代の頭ぐらい、前半ぐらいのスニーカーはですね、この履き口のねこの横のところにね、例えばこれそうなんですけど、数字が書いてあるんですね。これもパーッと見るとここにね数字書いてあって、840103ってここに書いてありますけど、これがですね1984年に製造されてると。さっきちょうどね80年代のこれ、以降ですよね。で斜めナイキだから83年以降っていったらもうぴったりですね。ここに84年って書いてあります。でこれ1984年の生産だということで、これね書いてある場合も、でもそれはね韓国製と台湾製の一部の期間だけなので、全部じゃないんですけども、そういう見方ができたり、でもそれは稀なね、その中のものなので、そこまでは覚えなくてもいいと思います。はい、というわけでですね、ナイキの、ヴィンテージナイキランニングスニーカーの、年代の見分け方はですね、まずとにかくタグを見る。で、その後ですね、これが、R マーク2個の、ブロック体のねナイキの、一番新しいタイプのタグでしたら、かかとを見て縦ナイキか、斜めナイキかを見るという形です。それで、その時ですね、生産国、タグの裏を見て生産国を見て、日本、台湾、USA、アメリカですね、韓国、この4カ国の、生産国であれば当時物のヴィンテージスニーカーで、それ以外のアジア国であれば、復刻のスニーカーだなという形で見分けてください。今日は長くなりましたが、そんなことでナイキのヴィンテージスニーカーのですね年代分けを、古着屋さん行って友達かなんかに、こうやって見分けるんだよなんて感じでですね自慢していただければ、よりいいものも探せますし良いと思いますね。ヴィンテージスニーカーのですねいろんなことをですね、このチャンネルでやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。